こんにちは、小説家の深澤しおです。今日は私の作品の制作秘話をお話しします。縁を言う人は、私が実際に経験したお見合いをもとに書いた短編が第1話に載っていて、それが女による女のための R18 文学賞という新潮社の新人賞に通りまして、その後その短編を軸にいくつも登場人物が重なる感じで短編集を作って、2013年に出たハン・サラン愛する人々っていう元の題なんですけど、それが文庫になったのが縁を言う人っていうタイトルの小説です。で、この小説はですね、お見合いの話から始まるんですね。それでこの小説を書いた時に本当に婚活っていう言葉が出始めて2010年ぐらい、2000年代終わりぐらいで、私が小説を書き始めたのっていうのが2000年代だったので、その2000年代の終わりぐらいから婚活言われ始めてて、官製婚活ですね。市町村とか行政の人たちが婚活をやるのも始まったりっていうように、婚活っていう言葉が一般的になってきた頃だったんですけど、とにかく結婚紹介所も含めて、結婚っていうのが婚活が注目されてたんですけれども、私は自分のことを振り返って、自分の経験をもとにすごく脚色して書いた小説短編ではあるんですけれども、その婚活っていうのもあったので、在日コリアン同士のお見合いの話ではあるんですけれども、そのお見合いというものとか結婚っていうものに対するその思いだったり考え方だったりっていうのがすごくその時の時代にも合ってたなというふうに今振り返っても思います。そして今読んでもやっぱり今マッチングアプリで会う人って多いじゃないですか、出会う人って。でそれをね、すごく共通するところがあるんですね。でマッチングアプリなんかではもともと顔をね見せてやってるんですけれども、この小説の中で実際私これ自分のお見合いを紹介してくれたお見合いおばさんから言われたんですけど、もう女は見た目、男はスペックみたいな、スペックというか男は職業と地位だからみたいなことをもう平気な顔で言うような方だったり、花嫁学校行けみたいなことを言うような強烈な今で言う時代遅れなおばさまだったんですけど、そのおばさんが出てきて、でもそのおばさんには非常に辛い背景があってっていう、それが日本と韓国、朝鮮の間にある問題だったりっていうのをはらんでるんですね。でそれでこの短編集の中には韓国からお嫁に来た人で新大久保で占いをしてるっていう人も出てくるんですけど、それも私は新大久保で占いを見てもらったおばさんを見てちょっとヒントを得て、で私の親族の中で韓国から嫁いできた方もいるので、それを元にしてます。それから若い夫婦が1歳のお祝いを韓国で非常に大きくやるんですけど、それがトルチャンチっていう名前の儀式なんですけど、その儀式をめぐる、夫婦同士のなんていうんですかね、マウントじゃないけどそういう話だったり、それから、サッカーのワールドカップかな、だいぶ前ですけど、サッカーのワールドカップのことなんかも含めて、韓国人在日コリアンとして育ってきた男の子が、日本の代表選手にはなれないと、国籍が韓国でも韓国の代表選手になれるほどでもないと、韓国で強い競技だからみたいな男の子が出てきたり、それは高校生なんですけど、もう一つ短編は介護とかちょっと認知症を患ってしまったおじいちゃんが言葉が韓国語になっちゃったりとかっていう、在日コリアンの老人の話だったり、いろんな
なんか要素が含まれて、現代の日本の問題も含めて在日コリアンの話を書いてるんですけど、家族のいろんな引きこもごもを書いた短編集です。で、私は連作短編っていう形で書くのがとっても好きで、得意でもあるんですけれども、この話に出てきた登場人物が後でちょこっと脇役で出てきたり、そうするとその人の見え方がちょっと違うんですね。その人が語り手で書いてるものよりも。で、そういうなんか人間のいろんな面をこの人から見たらこう、この人から見たらこうっていう描き方が、好きなので、この小説も短編集でそういう形になっています。で、若い在日コリアンといっても若い人、それから中学生、高校生、老人、それから結婚する世代の人といろんな人が出てくるので、多様性、在日コリアンっていう一言で言ってもいろんな人がいるし、で家族、在日とか関係なく家族の中で親子の葛藤だったり夫婦の葛藤だったりっていうのも出てきます。家族の小説とも呼べるものなので、この三浦紫音さんがこの小説で描かれる人々が大好きだという素晴らしい帯文を書いてくださったんですけれども、私自身が書いてる時にこの出てくる人たちをとってもなんか愛するっていうと大げさだけれども、大事に思いながら書いた小説です。そして一番最初に本になった小説なので、とっても思い入れが強いものです。ぜひ読んでみてほしいと思います。ちょっとねコミカルなところもあって全然重くないです。なんてクスッと笑ったりユーモアもあるので、一編ずつ短編集なので気軽にも読んでいただけると思います。婚活してる人、婚活に興味がある人ももちろんですけれども、家族のことでちょっと辛いなと思ってる人ももちろんだし、あと韓国のね、今 K-POP すごく人気なんですけど、 K-POP のこともちょっと出てくるんですね。で、韓国のカルチャーに興味があるけれども、在日コリアンのことをよく知らないっていう人ももしかしたら読んでくれたら、その韓国に今住んでる人じゃなくて日本に住んでる韓国人ってこういう人がいるんだなっていうのも分かるので、興味のある人、それから韓国の料理を作るところも出てくるんで、ごま油を使ったね、麹を家でやるんですけど、たくさん料理を作ってチェサとかチャレっていうんですけど、それのシーンとかもあって、でそのシーンは日本人で韓国にお嫁に行った韓国人に嫁いだ、在日韓国人に嫁いだ人が主人公なんですね。だからそういうちょっと国際結婚じゃないけれども違う文化の人と出会ってみたいなっていう人にも興味を持ってもらえると思います。で、この作品はデビュー作なんですけれども、私今まで13冊ほど小説を単行本で出しておりまして、今後も自分の小説の紹介もしていきたいと思っています。1月24日、集英社インターナショナルさんから狭間の私というエッセイ集を出しました。ぜひ読んでいただければ嬉しいです。よろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いします。高評価の方もよろしくお願いします。